どうも皆さんこんにちは、あきやです。じゃんということで、ウルトラワイドモニター初レビュー。もうロマンでさ、これちょっとテンション上がりまくってます。はい。というのもね、これめっちゃ気になってたモニターで、ありがたいことにね、もうほんと運よく、タイミングもよく、タイアップのね、機会をいただきました。これ本当にね、購入検討してたんですよ、僕。はい。ただね、安くはないんですよ。なので、ちょっとね、どうしようかな思ってた時に、これ LG さんのね、モニターになるんですけれども、ちょっとね、レビューのね、機会をいただきましたので、とはいえね、しっかりとレビューしていきたいと思うんですけれども、このウルトラワイドモニター何なのか、どんなメリットがあるのかっていうのをね、皆さんにお届けできればなと思っております。では、そもそもね、このウルトラワイドモニターとは一体何なのかっていうところからね、皆さんに紹介していく必要があるんですけれども、このウルトラワイド、もう名前の通りです。長いんですよ。普通のモニターよりも長くてでかすぎるんですけど、めっちゃ大きいモニターになってて、で、一般的なね、16対9のね、モニターに比べて、横長がね、21対9のモニター、これがね、ウルトラワイドモニターと一般的には言われているみたいです。で、今回のね、このモニターは40インチのね、巨大モニターになっていて、厳密にはね、39.7インチのモニターになるんですけれども、約40インチのね、かなり大きなね、モニターになっています。で、実際に分かりやすく言うと、縦がね、32インチのね、モニターと同じ大きさで、それをね、横に伸ばしてると、そういったサイズ感とイメージしていただければ分かりやすいかなと思います。で、このモニターのアスペクト比が21対9になってるんですけど、そもそもね、こういったモニターとか、テレビとかって、そもそもね、初期の頃っていうのは4対3っていうのがね、主流でした。ブラウン管とかのテレビとかですよね。で、あれが2000年代からは、16対9のね、ワイドモニターっていうのが一般的にね、なってきてるみたいです。で、このウルトラワイドモニターっていうのは、そのね、従来の16対9っていうものをさらにね、横に引き伸ばした21対9というね、アスペクトサイズになります。で、ちなみに、これよりももうちょいね、横に広げた32対9のね、スーパーウルトラワイドモニターっていうのもね、存在はしているみたいです。で、このウルトラワイドモニターは湾曲してるんですよ。ちょっと曲がってるんですね。で、それがね、一般的には多いみたいなんですけれども、このね、LG のね、ウルトラワイドモニターも、湾曲モニターになっていて、没入感がね、高いと。そんなね、モニターになっています。で、まずね、そのウルトラワイドモニターであることの、メリットとしては1個あって、やっぱりね、デュアルモニターよりは、楽になりやすいっていうのがあります。デュアルモニターっていうのはモニターを2つ並べて、配置することだと思うんですが、このウルトラワイドの方が視線のね、移動っていうのは少なく済んだりとか、あとはモニター同士の色合わせもね、する必要もありません。あとは配線もね、シンプルになるっていうのがあるので、やっぱり1個にまとまってるっていうのはすごくね、良さがあるかなとは思っています。でですね、そんなね、この LG さんのね、このウルトラワイドモニター、ちょっとね、型番覚えづらいので、ここに出しておきます。はい。これがね、正式名称なので、ぜひ覚えてください。ちょっと僕、これもう覚えられへんし、一回一回言うのも大変なので、これがね、正式名称になるんですけれども、このね、ウルトラワイドモニター、実はですね、5K2K になっています。5K2K の高解像モニターになっているんです。これがですね、従来の4K のね、モニターに比べて、いろんなメリットがあります。それが何かというと、まずは広いね、作業領域になります。通常のね、16対9のモニターとか、あとワイドモニターをね、比較するときっていうのは、縦のサイズですね、解像度でいうところの後半の数字ですね。それをね、基準に考えるとすごくわかりやすいです。これね、縦自体はね、4K、3840×2160 と同じで、横をですね、1.33 倍伸ばしたね、解像度という風になります。なので、最大で 4K 等倍表示の大きさで表示をすることができて、さらにね、横幅も広いと。そういったね、作業領域の広さっていうのがまず特徴としてあります。で、あとはね、やっぱり 5K2K というところで、ゲームだったりとか、動画視聴のね、コンテンツ視聴にもすごくいいんですよね。ゲームね、される方はね、まずこのね、大画面のこの綺麗さで没入感もものすごくあると思うんですが、特にね、僕のように映像コンテンツが好きなタイプからすると、21対9って聞いた時点でシネスコやってなるんですよ。シネスコっていうね、本来は横長のね、画面になっているような動画視聴とかも、これでね、すっぽりと入る形でね、視聴することができる。全画面表示でシネスコで出すことができたりします。実際にね、こんな感じでね、シネスコをバチッとすっぽりとね、入れることができるような、そんなね、モニターになっています。ただですね、2倍スケーリングに関しては作業領域というのが狭めたということが、僕たちの中での、大きな発見とか、気づきではあったところになっています。ちょっと難しいかもしれませんが、僕たちね、これまでのモニターレビューでですね、スケーリングについてしっかりと解説をしてきました。ちょっとね、それをおさらいしておきたいんですが、スケーリングというのは複数のね、ピクセルを1ピクセルとして扱う技術になっています。モニターの解像度に対して整数倍になる表示領域だと、ピクセルをフルに使うことができて、高繊細なね、より綺麗に文字のね、滲みが少なくね、表示することができるようになるんですよ。
なので Mac をね使う場合だと 5K モニターであれば WQHD がすっぽりとね2倍スケーリングで入るし、 6K モニターであれば 3K がね2倍スケーリングで綺麗に入るといった形になってるんです。で今回のねこの 5K2K というのは 4K をね横に伸ばした解像度ですよね。なのでこれをね2倍スケーリングでやろうとすると 2560×1080 になるので、実際にはフル HD のね表示領域を横に伸ばした感じになるんですよ。なのでこう整数倍のね綺麗なスケーリングで見ようとすると、ちょっとやっぱ大きく作業領域がそんな広くないなっていう印象に、なるんじゃないかなと思うんです。ただですね、逆に言うと32インチモニターで、3K 表示をねしていた人がこの 5K2K の、ちょっと1個ね下のこう解像領域である、WQHD を横に伸ばした、これウルトラ WQHD というね、その1個下のね解像度といったらいいのかな、それをね使った場合だと画面はね大きくなってるはずなのにも作業領域は小さくなると、狭くなるといった感覚になってしまうんです。どういうことかというと、これがね 5K2K じゃないウルトラ WQHD だった場合だと、 WQHD なので縦はね1440あるんですけど、 3K 表示をしたいとなれば縦がね1692必要になるんですよ。なので物理的にピクセル数が足りないので 3K の表示領域での視聴っていうのができません。ただこのモデルに関しては 5K2K のね、サイズになるので、縦が2160、つまり 4K と同じサイズになるので、最大で 4K の表示ができて、なおかつ通常の 4K の16対9よりも横が広いといった形で表示することができます。なのでちょっとややこしいんですけど、僕たちの結論としてスケーリングをねマッチさせるというよりも、ウルトラワイドというものをしっかりと活かしながら、それでいて作業領域をさらに広くできると、そういったところにねあるのかなと僕たちはね感じております。なので僕のね使用のおすすめとして、32インチのね 3K 表示で慣れている方とかにおすすめしたいもので言うと、それこそ 3K に近い感覚として 3840×1620、 これがね結構おすすめかなと思っていますし、逆にね27インチモニターの 5K をね使っていて WQHD ですっぽりとはまるようなサイズで使っていたのであれば、 3360×1418 とか 3200×1350 あたりで作業すると非常にね快適にできるんじゃないかなと思います。難しいよねこれややこしいんだけど、ちょっとわからない方ね、よかったらね僕がこれまで出してたねモニターのレビュー見てください。そこでねスケーリングの話ちゃんといっぱいやってるので、よかったらちょっと見てもらいたいなと思います。で僕たちの中でねスケーリングはかなり気にはなっていたんですけど、5K2K という言葉だけを聞いて、僕はねウルトラ WQHD がすっぽりとね、綺麗にはまるんじゃないかと思っていたところ、縦がね足りないというところで 2560×1008 の、フル HD 相当を伸ばしたところがすっぽりはまるモニターだった。ただそれだとちょっと解像度は大きいので、他のねものにしたいってなった時に、実際に比べてみたら2倍スケーリングの方がよりね綺麗ではあるんだけれども、でもこのモニター自体がめちゃくちゃ綺麗ではあったし、すごいねピクセルのねこの表現のこの質感も良かったので、僕はね2倍スケーリングじゃなくてもあんまり気にならない感じでできているので、僕はね 3K 表示のね方でも全然いいと思うし、もっと広いね 4K 表示の方だったとしても問題なくね綺麗にできる。これがね 5K2K のね良さ、やっぱり 5K2K はね必要なのかもしれないなとも言えるんですが、そういったね僕は結論をねつけたいと思います。むっちゃ難しいということで、スケーリングなんかもうどうでもいいよ、作業領域なんかもうとりあえず設定できたらいいよっていう方多いと思うので、スペック見ていきましょう。そこよりもね大事と言えるところはまだまだあります。このモニターのねスペックはこんな感じになっています。一通りね紹介したところもあるんですけれども、注目すべきところで言うと、輝度ですね、450カンデラ、450ニットぐらいになるんですけれども、発光力に関しては十分かなとは思っています。600ニットほどではないので、Mac ディスプレイにね貼るぐらいかと言われたら、完全互角とは言えないかなとは思うんですけれども、でもねそれでも十分にね明るいね表示ができているモニターになっています。ただですね、ディスプレイ HDR600 認証というね、記載があるんですが、要はピーク輝度がね600カンデラ、600ニットになりますと、これはですね HDR コンテンツの視聴の時に HDR モードにすることでできるといった形になります。で、カラーのね表示領域、色域は DCI-P3 にね 99% 対応しているということなので、問題ないね範囲での表現かなと思います。で、注目ポイント、スピーカーなんですよ。僕ねこの手のモニターをね紹介するときに、スピーカーはねもう毎回もう残念だなっていう話をね毎回してたんですけど、これちょっと別なんですよね。スピーカー大きいんですよ。はい、10W×2 ついています。なので音量は出ます。はい、しっかりとボリュームが出るので、音声とか、
会議とかね、そういったものには問題なく使えそうな気はしています。ただ音質がいいかと言われたらそこまで全然良くはなくて、低音がねもうちょい出てほしいなとも思うし、スタジオディスプレイとかとも比較をするとさすがにねこの辺は結構違いは出てくるので、完璧なスピーカーではないです。ただしっかり確認程度っていうところが十分できるので、この大きさはね結構僕は好印象なね感じがしています。あとはですね、専用アプリがありまして、それをねインストールすることによって簡単にね画面設定がねできたりとか、画面分割機能をね使って3分割4分割とかね、そういったものを簡単にね作ることができるようになっています。一応ですね、他のね LG さんのスマートモニターを持っている方はこのアプリを PC に入れることによって、遠隔でねそれらをコントロールすることができると、そういったところもね良さがあったりするんですけど、一応ねアプリもあったりはしています。ではですね、デザインやスタンドをもう少しね詳しく見ていきたいなと思います。まずこのデザイン、おしゃれですよ。白くてめちゃめちゃ可愛いんですよね。白基調のモニターっていうのが意外とねないじゃないですか。 LG さんはねラインナップとして白基調のものいろいろあると思うんですけど、これはね白っぽい感じになるので、よりねこうオフィス感をねちょっと和らげてくれるというか、ちょっとねこう硬くなりがちな雰囲気をちょっとね和らげてくれる、抑えてくれるようなね、そんな印象があります。ベゼルに関しては極細ではないものの、それなりにね、薄くされてるかなといった感じではあって、ただメーカーロゴはあるタイプです。これはちょっと残念ですね。もうこの辺僕は切ってほしいなと思うんですが、一旦こんな感じです。でスタンドですね、スタンド自体はねちょっとでかいなと思いました。はい、でかいし重心がかなり後ろにあるので、デスクの奥にね置きたいところではあるんですが、結構大きいなと、結構占領するなという印象は正直あります。スタンド機能としては高さ調節がね 130mm できるようになっていて、この Mac Studio のねさらに下側までいけますね。はい、これぐらいまでね下げることもできるし、高さを出すとこれぐらいね上げることができます。特にこの下にね置いてねちょっとこう浮かせてね、はい、煽って配置することもできたりするので、結構ねこのモニターの可動範囲はね割とあるなという印象がありますね。結構触れますよ、これ左右にも。で後ろにはねコードを挿すためのね、穴があったりするので、結構ね綺麗に今もね下配置できてると思うんですけど、そういったところもねしっかりと気遣われているものになっていますね。ただ注意点としてはやっぱデスクのサイズは結構必要かなと思いました。先ほども言いましたが、やっぱりスタンドも大きいのと、そもそもモニターのね横幅が1メートル弱あるんですよ。なのでこうちょっと遠くに置かないとやっぱしんどいんですよね。ちょっとこう離してこう引いてみないとしんどくなるので、そもそもデスクの奥行きがやっぱね必要かなと思います。であとねスピーカーですね。スピーカーをね2つポンポンって置く方は、後ろにねスピーカーを置くとねやっぱこうちょっと振ったりする時に当たったりするし、やっぱりねできればこう横に置きたいじゃないですか。ってなると横幅ね140以上がいるかなって感じになるので、結構ねやっぱ大きめのデスクにはねなってしまうかなといったところです。でもねその環境をね用意できればマジでねすごい大迫力で本当に楽しいねモニターになってるかなと思います。それではね大注目のポート類端子類について見ていきましょう。今回のこのモニターなんとねサンダーボルト5対応なんですよ。初めて見たサンダーボルト5のモニターっていうぐらい、もう結構ね最先端な端子をね搭載しています。そもそもね LG さんのこのモニターの前に出た 40WT95UF って読むのかな、そういった型番のねモニターがあるんですが、そっちが世界初のね 5K2K でサンダーボルト5を搭載したものになってるんですよ。そっちとほぼ同じ性能で、そっちは業務用として、でこっちは一般用途みたいな感じで、ほぼほぼ内容同じなんですよね。なので実質世界初と言っても過言ではないぐらいもう来たんですよ。サンダーボルト5対応のモニターが。これが熱いですね。このサンダーボルト5をおさらいしておくと、これはですね USB-C 規格で、現代最強のね規格と言って大丈夫です。はい、今までのねサンダーボルト4と比べても2倍のね約 80Gbps のデータ転送速度を実現します。でしかも単方向であれば最大で約 120Gbps 出ますので、もう本当に爆速のねデータ転送をすることができます。でデータ転送だけじゃなくて、もちろん電力供給もねかなり優れていて、サンダーボルト5を使えば PCA のね給電自体も最大 100W から 240W までねアップグレードされている、もう本当にねまた新しくね新たな基準となった規格になっているんです。ではねそれを踏まえた上で見ていくと、サンダーボルト5の入力がまず1ポートあります。これはね最大 96W の給電に対応しています。でサンダーボルト5の出力もさらに1ポートあって、データ転送が最大 120Gbps というものすごい速さになっていますね。でこれはねデイジーチェーンにも対応しています。で他にも HDMI 端子が2つあって、ディスプレイポートまでね1個ありますと。でタイプ C のダウンストリームがかける4つもあります。背面に3つと、なんと底面にも1つあるんですね。でさらにタイプ C のアップストリームが1個あって、タイプ A のダウンストリームが2つ底面にあるといった形です。でもちろんヘッドホンジャックもありますし、LAN 端子があるんですよ。
モニターにあるんですよね。なので MacBook をお使いの方はもうこれをつなげば有線接続ができちゃうといった形になりますので結構いいですよね。これはね 10G ではないんで、1Gbps のものになるんですが、あるのは熱いですよね。といった形になっています。やっぱり特にねこの USB-C ポートの多さですよ。多すぎません？これめちゃくちゃありがたいですよね。タイプ A もね後ろに1個あってほしかったなっていうのは正直あるんですが、それこそねキーボードとかマウスのレシーバーとかをね、後ろに隠しておきたいというものはあるんですが、サクッとアクセスしやすいね下にもあるっていうのは非常にねいいところなんじゃないかなと思います。で付属のコード類として AC アダプターがなしの電源コードが1つとサンダーボルト5ケーブルもなんとしっかりとついています。1つついていますし、タイプ C のケーブルも1つ、 HDMI も1つ、ディスプレイポートも1つケーブルとしてついてきますと。もう十分よね、こんだけあれば。あとはね足りないものは自分でね用意していくといった形になっています。しかもケーブルまでしっかりと白で統一されているのがグッドです。ここ黒じゃないの本当に素晴らしいと思いました。そんなこのモニターの気になる価格について Amazon 価格22万9800円でございます。安くはないよ、安くはない。でも高くもないなと思います。でもそんぐらいするよねみたいな感じで、なんか落ち着いて考えたらですよねぐらいな感じで思ってますが、皆さんいかがでしょうか。とはいえですよ、皆さんモニターの中ではかなり高価です。スペックをねちゃんと理解すれば妥当かなと思うんですが、モニターとして見ればめちゃめちゃ高いですよね。で用途としてはね全然違うんですけど、Apple のスタジオディスプレイ、これはですね本体価格21万9800円ですと、スタジオディスプレイの方が安いみたいな今まで取り上げた中で初めてだと思うんですけど、スタジオディスプレイといえば27インチの 5K モニターでかなり音質のいいスピーカーでカメラも内蔵していますよね。やっぱり20万円を超えてくるとスタジオモニターがね視野に入ってくるので、僕スタジオモニターすごい良さを知っているので、やっぱりねちょっとここと比較をねしていく必要はあると思うんですよ。どれぐらい違ってくるのかな、どっちがどのね良さがあるのかっていうのを知りたいじゃないですか。なので比較をしていきましょう。それではまずは 4K 動画の画質から見ていきましょう。どちらも解像度自体が 4K 以上なので解像感に大きな差はなく、両方ともかなり綺麗に映っています。 HDR オフの場合は明るさの違いからパッと見ではスタジオディスプレイの方が綺麗に見えますが、ハイライトのディテールをより残せているのは LG のウルトラワイドモニターに感じます。そして色味についてですが、 LG には Mac に最適化されたカラープレセットというのが用意されていないので、比較的色が近いと言われている鮮やかモードに設定しています。このモードで見てみると確かに似た色味が出てはいますが、スタジオディスプレイの方がスキントーンの赤みが強く出ているような印象を受けました。続いて HDR 設定をオンにした状態で HDR 動画を再生してみると、こちらは LG モニターの方がかなり明るく映っていました。どちらも同じ600ニットではありますが、 HDR 対応コンテンツの視聴においては LG モニターの方がいいかもしれません。ただ HDR 設定をオンにすると同じカラープロファイルでも色味が変わってしまうので、ここは注意をしてください。続いて作業領域の比較をしていきます。スタジオディスプレイのデフォルト設定であり、多くの人が使っているであろう WQHD 表示ではこのような見え方になります。3分割で作業する場合でもウルトラワイドモニターなら十分な作業スペースを確保することができて、情報収集や資料作成などがかなりやりやすくなるかと思います。ただ LG のデフォルトであるフル HD 相当の表示領域では UI がかなり大きくなってしまって、せっかくのワイドモニターを活かしきれていないような印象も受けています。そのためこのモニターは高画質よりも作業効率を重視する人にとって向いているんじゃないかなと思いました。またこの LG のウルトラワイドモニターは2つのデバイスを同時に接続をして2画面表示をさせることもできます。横並びで表示するピクチャーバイピクチャーや小窓を重ねる形で表示するピクチャーインピクチャーを使うことも可能です。 Windows と Mac の両方を使う方には嬉しい機能だと思います。それでは最後に気になるスピーカーの音質を聞き比べてみてください。
はい、ということでいかがだったでしょうか。だいぶとね、このモニターについて理解できたかと思います。ここからはですね、最後に実際に僕が使用してみて思ったこと、感じたこと、使用感をちゃんとお伝えしていこうと思います。スペックとか比較ではわからない、もうしっかりと大事なね、使用感をお伝えできればなと思います。まず1個なんですが、思ったより資料作成とか企画構成などに最適なモニターだなと感じました。これどういうことかというと、いろんな情報を同時並行で持ってきたい時とか、いろんなね、ものを分解していきたい時とかにめちゃくちゃね、使いやすいんですよ。縦分割で3つをね、大きく分けることができるんですよね。やっぱりね、これは非常に作業がしやすいです。逆を言えば、映像編集とかにマストではないかもなと感じはしましたね。というのも、動画をね、編集する時ってタイムラインというね、場所をこう横に長く表示できるから、もちろん使いやすいんですよ。めちゃめちゃね、作業効率も上がるし、タイムラインをね、長く見せれるっていうのは非常にね、使いやすさはあるんですが、ただプレビュー画面はちっちゃいんですよね。ちっちゃいというか普通なんですよね。あくまでも大きいのはタイムラインだけになるので、なんかそんなにマストでもないなというふうには感じました。あとはウルトラワイドにね、最適化されたウィンドウ配置にそもそもなるので、ダヴィンチとかを使うときにそのウィンドウのプリセットをね、保存しておくといいのかなというふうにも思いますね。で、あと MacBook として使うときは、モニターをね、最大まで上げれば MacBook をね、下に置いて作業することができる。ギリギリそれぐらいがね、できるかなといった形の配置は可能です。で、あと僕すごい気になってた湾曲のね、違和感っていうところなんですけど、これはね、最初だけでしたね。湾曲ディスプレイ僕あんま好きじゃない。なんか変なちょっと先入観があったんですが、これはね、そんな気にはなりませんでした。正直ね、1日使ってればね、全然慣れると思います。もう全然気にならなくなってくるんですよ。というのも、首をね、動かす必要がないからすごく楽だなと思うし、端っこもね、問題なく綺麗にね、見えると。これはね、やっぱ湾曲してる方が絶対いいなと思うぐらい、湾曲いいですね。はい。この湾曲のね、カーブ具合っていうのはモニターによって変わってくるんですけど、これ結構ちょうどいい。めっちゃやりすぎてない感じもあって、結構いいかなと思いましたね。あと、思いもよらない良さで言うと、姿勢が良くなります。はい。やっぱりね、全体をね、こう見れるようにね、視野をね、こう収めるために、ちょっとこう、引こうとするんですよね。なので、背筋がね、ちょっと伸びてくれます。はい。っていうのもあるし、あと、スタンドのね、調整幅がね、全然広いので、こう見やすい位置にね、配置できると、結構高さも出せるので、姿勢はよくね、作業することができるはずです。で、もう一個気づいたこととしては、デュアルモニターとか、あと、スーパーウルトラワイドモニターとか、こういったものとはもう全く別物だなと思いました。というのも、モニター自体を2枚置くということ、これほどの表示領域の範囲ではないんですよね。なので、例えばプレビュー用に1枚をね、フルで使ってるみたいな、そういった人には合わないような気もしますし、がっつりとウィンドウを3分割したいとかであれば、スーパーウルトラワイドモニターの方が使いやすいのかなとも、そういうふうにも感じました。スーパーウルトラワイドモニターっていうのはね、16対9が2倍分完全にあるといった形になるので、全くやっぱここはね、別物になってくると思います。なので、それぞれにね、本当に良さがあるかなと思ってます。このウルトラワイドにね、1枚にするとやっぱ配線もシンプルになるっていうのはすごくいいところですよね。で、あとはですね、外部デバイスはね、なんやかんや必要かなと感じています。というのも、スピーカーはね、やっぱあった方が、快適な音楽とかコンテンツを見るという意味では、やっぱあった方がいいと思います。ウェブ会議とか確認程度だったらいいんですけど、やっぱりもうちょい綺麗な音はね、聞きたくなりますね。あとカメラですね。スタジオディスプレイとかはありますが、このモニターはね、カメラがないので、やっぱそちらはね、用意する必要があります。で、あとタイプ C をね、頻繁に使うならば、ハブがあった方がいいかなと思います。というのも、ハブ自体のね、多さはいいんですが、やっぱり背面にあるので、ちょっとね、抜き差しがめんどくさいっていうところがあって、これどんなモニターでもそうなんですけど、なんやかんやドッキングステーションとか、そのサンダーボルト5をね、拡張するためのものとかあってもいいかなとは個人的には思いましたね。で、あとはね、OLED ではないというところですね。これは僕のね、ちょっとよりこだわった話でしかないんですけど、これってあくまで液晶のモニターディスプレイになるんですよ。なので、さらなる画質とかゲーミングのね、そのグラフィックのね、その最高峰を求めるのであれば、他のね、有機 EL のね、ウルトラギアシリーズっていうのもあったりするんですよね。あっちの方が絶対にね、綺麗だとは思うので、これでもね、十分めっちゃ綺麗ではあるんですけど、あくまでその OLED ではないっていうところも一緒にお伝えしておきたいかなとは個人的には思っていますね。で、あとですね、使用していく中で Mac のね、電力供給が足りないみたいな場面があって、アクセサリーをね、外してくださいみたいな警告があったんですよ。なので、ちょっとね、パワーが足りない場合とかに、そういったことが出てくるぐらい、結構やっぱ消費電力はね、多いのかなというふうに思ったりはするので、これがね、出たのは Mac mini でのね、使用時だったんですけど、そういった時もね、あったりはするので、ちょっと意外と電力のね、消費っていうのはこの
のモニター割としてるのかなというふうにも思いました。ちょっとこれはね、確実な数字を言えなくて申し訳ないんですけど、ちょっとね、その電力バランスっていうのは考える必要もあるかもしれませんね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回 LG さんのね、40インチのウルトラワイドモニターをご紹介させていただきました。もういろいろ言いましたが、ロマンえぐいです。このモニター。さすがに楽しかった。さすがにこれからも使っていきたい。っていうぐらい、ちょっとオフィスにね、どこのデスクに置こうかみたいなところでちょっと迷いたいんですけれども、一方でスケーリングとかをね、目当てでやるようなものでもないってことも僕たちもね、学ぶことができました。なのでね、自分がやりたいことと自分が表現したい、使いたいね、ニーズに合えば、ぜひね、このモニターの導入をね、検討していただければなと思いますし、LG さんはね、このモニターだけに限らず、いろんなね、モニターの展開もありますので、ぜひね、いろんなモニターをチェックしてみてもらえたらなというふうに思っております。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。